ンプル1体を確保した。退路のブルーを排除願う。こちらも手一杯だ。当然はアーマーシュライフに任せて速やかに脱出せよ。了解。スリーパーの安全を優先します。バイオノイズ感知。来るぞ。スリーパーが自然覚醒し逃走しました。なんだと？本当か？追跡して捕獲します。
スリーパー、どうやって目覚めた？これ以上手間をかけさせるな。せっかくの命を不意にしたいのか？あとはブルザイに任せろ。走れ！撤収するぞ。残りはまとめて片付けろ。了解。何をしている？早くジープに乗れ。俺がカプセルに入ってから何年経った？ 1 年や2年じゃないこと分かってる。今は西暦2031年だ。お前たちスリーパーの眠りについてから32年が経過している。32年。あの怪物にみんな殺された。嘘だ。悪い冗談だろ。お前らふざけてるんだ。そうなんだろ。お前ら一体何者なんだよ。海道雄二、1983年生まれ、2000年にスリープ処置か。ウイルス性の感染症と聞きましたが。ああ、プロフェシー症候群といってな、気が違って意味不明のざれ言ばかり口走るので、別名預言者病とも言っていた。しかし地上にずっと放置されていた彼らを
なぜ今さら？わからんな。これだけの犠牲を払ってまで手に入れる価値のあるものとは思えませんが。気分はどうだ？こう見えても俺はお前と同世代の人間だ。少なくとも10代の頃はな。だがブルーが地上に現れてからは全人類が同じ恐怖を味わったんだ。ブルー？お前も見たあの虫けらだ。奴らは地球上のあらゆる文明を破壊して食らい尽くした。その結果人類は敗北した。ここはもうお前の知っている世界ではない。ブルーが地球を食い荒らした。空も海も昔と同じだった。なのにこれが32年後の東京。俺にはたった一晩の感覚しかないってのに。悪い夢の続きか。いや、これは現実なんだ。宇宙港だ。お前の眠ってる間に復旧した。もしかして宇宙へ行くのか？そうだ。セカンドアースと呼ばれる我々の前進基地へ行く。宇宙ステーションか。あれは他の医療施設から運び出されたスリーパーたちだ。お前のように目覚めてもいない。おい、何を！俺だけじゃない。生き残ったのは俺だけじゃないんだ。出せ！なんだ！お前どうした！バカな！ブルーが海中のパイプより侵入！排除せよ！了解！まずい！早く助けるんだ！早く起こしてやらなきゃ。そのまま押さえとけよ。泣きどころにカウンターを食らわせてやるからな。起きろ起きろ！おい早く起きないとみんな死んじまうんだ。バカが死にたいのか！こいつらを起こしてやらなきゃ。みんな俺の仲間だ。同じ時代の人間なんだぞ。頼む、起きてくれ。お前だけ例外だったんだ。こいつらはもう目覚めない。
回収してくれ。そんな訓練？せめて自分の面倒ぐらいは見られなきゃ。あんたたちだって迷惑だろ。足手まといになりたくないんだよ。だから俺にも。ダメだ。どうしてだよ。回収した他のスリーパーを失った今、お前は唯一の貴重なサンプルだ。無傷でセカンドアースに送り届けるのが我々の任務だからな。サンプル。なあマリー、キースもマルコムもやられた。おまけに体調はハンディがきついし、戦闘要員がたった2人じゃいつものコンビネーションが組めない。アーマーシュライクの操縦は俺、射撃はマリーンが教えときゃいざという時助かるぜ。何もしないで死にたくないんだ。頼む。泣き言は聞かないぞ。望むところさ。決まりだ。ま、こんなもんだろう。グラップルの役目は打撃によるブルーへの攻撃だ。だが奴らもじっとしてるわけじゃない。行くぞ。なんてスピードだ。バカ野郎、ビビってんじゃねえよ。おい、力みすぎだ。右肘を固めて左手は添えるだけでいい。目標の後ろ側をぶち抜く。出すぞ。当たった。どうだ、意外に簡単だろ。敵の数を確認しろ。空中に3つ、地上にも1匹反応があります。よし、迎撃だ。奴らを船へ近づけさせるな。残りを片付けたら合流して地上のやつをやる。それまで足止めを頼むぞ。足止め？当たり前だ。お前に何ができる？分かったよ。さあ、どこに隠れていやがる。出てこい。早く出てこい。ユージ、おいユージ、落ち着け。まだこれからだぞ。何？何
このペースならあと2時間ほどで韓国沿岸に到着します。回収部隊との連絡は取れたか？残念ながら応答がありません。そうか。このムードじゃ韓国の回収部隊も望み薄いかもな。ジョイ、そこで止めろ。アーマーシュライクでは無理だな。頼む。おい、待て。どこへ行ったんだ？ここは君さっき待ってくれよ。どうして逃げるんだよ。俺も君と同じ人間だよ。あの怪物の仲間じゃないんだ。マル、そうか。こいつマルっていうのか。よしよし、お前もよく生きてたな。ユウ、こいつらと口なんか聞くんじゃない。でもこの人もしかしたら怪獣をやっつけに来たのかなって。宇宙へ逃げていった連中がどんな奴らかお前は知らないんだ。ここへ何しに来た？哀れに感じて慰めにでも来たのか、それとも惨めな我々を嘲笑いにか。なんでそんな目で俺を見るんだ。待ってくれ。俺はただ勝手な行動はするなと言ったはずだ。ここに生き残っている人たちに会った。宇宙へ行った連中はあの人たちに何をやったんだよ。なんであんな目で見られなきゃならないんだ。ブルーに制圧された地上から宇宙への一時避難が決定された時、全ての人類が選別にかけられた。優秀な頭脳を持つ者や兵士としての適性に優れている者が優先的に選ばれていった。彼らは生き残るだけの価値を認められず見捨てられた人間だ。おい、マジな顔でよくもそんなことが言えるな。今はお前の知っている時代とは違う。人類とブルー、二つの種が互いの存亡をかけて死に物狂いで戦っている。戦えない者に生き残る資格はない。冗談じゃないぜ。俺はお前らセカンドアースの人間とは違う。お前らの許可がなくたって好きに行動する。生きる資格か。
前はユン。これお兄ちゃん、あの人たちとどっか違う。マリーンたちのことか。俺はこの時代の人間じゃないからかもな。わけのわかんない病気にかかって長い間眠ってたんだ。ユンが生まれるずっと前からな。未来になれば病気も治るって、そう信じてさ。ユンもずっと眠っていられたらいいのに。眠ってれば怪獣も怖くないでしょ。大丈夫だよ。もし怪獣が襲ってきたら俺がやっつけてやる。本当？ああ、ほんとさ。どうせ何もしてやれないくせに嘘つきめ。ここは危険です。ブルーがいつ上陸するかもしれません。その通りだが、こっから最短のシャトル発射場はロシアのバイコヌール基地しかない。問題はそこが5000キロ以上先にあるということだ。我々がバイコヌールに到着する頃には回収部隊はセカンドアースに帰還していますよ。とにかく行くしかない。スリーパーをセカンドアースへ送り届けるのが我々の任務である以上はな。あの人たちを見捨てるつもりか。調子に乗るな。自分に何ができるのか考えてから物を言え。マリーンの言う通りだ。あの島にはいずれブルーが集結する。我々だけではどうすることもできん。それならせめてあの子だけでも。自分が選んだ人間だけを助けるつもりか。さあ、見送りはいらねえってのに。俺が出る。戦いを長引かせるな。了解。せめてここで一匹でも多く叩き潰してやる。マリーン、逃げろ。ジョイ。
情けないやつだ。しっかりしろ。とうとう私たち二人だけになった。それでも私は任務遂行のためにお前をバイコヌール基地まで連れて行く。いいな。いつまで意地を張っている。ソウルでのことが気に入らないのならはっきり言えばいい。お前なんでそんなに強くしていられるんだ。ジョイもロバートもユンもみんな死んじまった。なのに誰も助けることができなかったんだぞ。お前は自分の仲間が目の前であんな死に方をしても何とも思わないのかよ。あんなことはこの地球のどこかで毎日起こっていることだ。てめえそれでも人間かよ。ああ、人間だ。いい加減にしろ。お前の主張する正義やヒューマニズムは今では何の意味もない。力のない者は生きて残れないという現実があるだけだ。だから弱けりゃ死んでも当たり前だって、そんな連中は見捨てるって。ふざけんな。お前みたいなやつしかいないような宇宙へ行くぐらいならこの地上でくたばった方がマシだぜ。それなら今すぐここで殺してやろうか。スリーパーは発病し死亡、そう報告すれば済むことだからな。
メだ。なぜブルーがここに。くそ。もう少し休め。俺どうしたんだ。ユージ、なんだよ。文明の鎧を剥がされた今の人類はあまりに無力だ。とても他人に同情を寄せている余裕はない。だから自分一人を生かすことだけを考えろ。ブルーへの憎しみを生きることへの執念に変えて、それが今お前にできる唯一のことだ。だけど俺のことは何度も助けてくれたじゃないか。今だって。それが任務だからだ。そう言うだろうと思ってたよ。マリーンはいつでも死ぬ覚悟ができているから、そうやって毅然とした態度でいられる。ちょっと違うかもしれないけど、俺も病気にかかって、なんていうか死ぬ前にちょっとでもかっこいいとこ見せて、自分の人生にどんなちっぽけでも意味があったって思いたかったのかもしれない。でも死ぬための意味を探すなんて辛いし疲れるよな。ユージ、なんだ。お前がこの先病気で死ぬとは限らないし、都市部を避ければブルーに襲われる確率も低い。どうしても嫌ならこのまま地球に残っても構わない。どうしたんだよ急に。その方がお前の言う人間らしい暮らしができるかもしれないと思っただけだ。大丈夫か。危うく一緒に落ちるところだったぞ。
これからは私のことなんかに構うな。俺はここで生きるってことがどういうことかよく分かってない。だから何が正しいとか間違っているかは分からない。とにかく今俺は俺自身の意志で生きてるんだ。さあ早く行こうぜ。グズグズしてたら見捨てられちゃうんだろ俺たち。もう大丈夫だ。これさえ切っちまえばこいつらは電気掃除機と同じだからな。バグですか？そう、バグだ。何らかの原因でオートマトンの AI に異常が発生し、ブルーの人間も区別がつかなくなっているんだ。奴らシャトル基地の中枢部を占拠して周辺施設に作っているブルーと戦い続けていたらしい。しかし作戦実行間際になって戦力が増強できて何よりだ。しかもスリーパーの土産付きとはな。宇宙セカンドアースか。そこに行って俺はどうなっちまうんだろう。ユージ、何をしている？ちょっと寝疲れなくて。明日はきつくなる。体を休めておけ。作戦のミーティングは終わったのかい？俺にも分かるように説明してくれないかな。まず先発隊が施設に隠れているブルーをいぶり出す。それに反応したオートマトンが戦闘に集中している間に本体が基地に侵入しシステムのデバッキングを行う。それで解決だ。解決ってそんなにうまくいくのかよ。うまくいこうがいくまいが命令があればやる。それが軍人だ。全ては明日生き延びられたらの話だ。マリー。なんだ？俺も一緒に行くぜ。いいだろう。無茶を言うな。何か手伝えることぐらいあるはずだろ。ようやくここまで来たんだ。最後の最後でお前の身に何かあったら私の苦労は無駄になる。私は何があってもお前を宇宙に連れて行く。各機出撃準備急げ。
達がくれたんだ。幸運を呼ぶ石が入ったピアスなんだって。案外効き目があるのかもしれないぜ。俺はマリーンに助けられてこうして生きているんだからさ。だったらお前が持っていた方がいい。私なら大丈夫だ。よし。マリーン、死ぬなよ、絶対に。デコイ1はネストのブルーをいぶり出す。デコイ2はアタッカーを警戒しつつ後方で3ポイントに当たってくれ。デコイ2了解。デコイ1、間もなく第4兵舎に到達。攻撃を開始します。第4兵舎からブルー出現。交戦開始しました。90秒後にオートマトンの有効射程圏内に到達します。デコイ2、デコイ1を援護しつつオートマトンどもを引きつけろ。オートマトン接近。間もなく射程内に入ります。侵入ルートクリア。突入。デク人形どものおかげで基地内は無傷か。これならシャトルも飛ばせられるな。隊長、気をつけろ。物は作業用でも人間相手なら立派な殺人らしいんだぞ。あなた方は当基地関係者と認められません。直ちに退去してください。警告に従わない場合は武力による強制排除を行います。管制システムの立ち上げとプログラムチェックを急げ。続いてデク人形の再プログラムだ。了解。あとどれくらいかかるんだ。もうすぐだ。だが素人が口を挟むな。気が散る。何？ハンはその方面のエキスパートだ。小僧の出る幕じゃない。お前を連れてきたあの女を助けたいのなら黙って俺のやり方を見てろ。全オートマトン正常動作に復帰。サポーターをシャトルの打ち上げ準備に回せ。よかった。あとはこいつらの始末だけだ。行くぞ。そろそろ片付いた頃だろう。先発部隊をシャトルへ呼べ。できるだけ急がせろ。なんだ、何が起こったんだ。まさかチェックは完全に。当基地の供給電力 60% ダウン。シャトルの発信を中止してください。バカな。何？地中にバイオノイズ感知。微速でこちらに接近中。大型です。全体の暗号コードを確認した。前期迎撃態勢のままシャトル基地へ移動するぞ。また行かれちまったのか。まずい。地中の大型ブルーカタパルトまであと900メートル。先発隊を排除に向かわせろ。無理です。
交戦中のブルーの数が増大し足止め状態に陥っています。下手に移動すれば大量のブルーを発射場まで引き連れてくることになりかねません。我々は丸裸の状態ということか。こいつら本当に生き物なのか。命が惜しくねえのかよ。よし、直ちに全員シャトルへ移動する。コクピットでマニュアル操作に切り替えてカウントダウンだ。待ってくれよ。先発隊はどうするんだ。諦めろ。なんだって。指定の大型ブルーンがここへ到達する前に発進しなくてはならんのだ。残念だがやむを得ん。今シャトルの発射を優先させるのは危険です。ブルーに対する防衛ラインを確保してからの方が安全だと思いますが。そんな悠長なことを言ってる場合か。早く準備するんだ。どこへ行く。ブルーをやっつけに行くんだ。なんだと。俺が地中のブルーを仕留めたら先発隊が戻るまで待っててくれるか。バカ言うな。第一お前がスリーパーだ。いくら実戦経験があっても貴重なサンプルを傷つけてもしたら私の責任問題になる。助けたい気持ちはわかるが軍人が作戦で命を落とすことは覚悟の上だ。分かったらおとなしくしていろ小僧。あんたに何がわかるんだよ。おっさん。俺はあんたなんかの手柄のためにセカンドアースに行くんじゃない。俺とこれまで一緒に戦ってきたマリーンのために行くんだ。スリーパー、トレーラーにアーマーシュライクが1機積んである。扱えるか。よし、今度はお前の番だ。5分以内に型をつけてこい。貴様、命令違反は重罪だぞ。理不尽な命令も重罪だと思いますがね。今優先すべきことはシャトルにできるだけブルーを近づけさせないことです。先発隊が戻ってくればそれだけ安全にシャトルが発進させられます。セカンドアースに帰ったら軍法会議だ。生きて帰れればね。行かせるか。シャトル。待て。イメージにはするなよ。まさかマリーンがどこから来るんだ。すごいスピードだ。こんなやつは見たことがないぞ。なんだ。でかい。まさか。くらえ。来い、こっちだ。大丈夫なんですか。すぐにでも発進させた方が。バカモン。わしにもメンツってもんがあるわ。今はあの小僧を信じるしかない。
チェ、また助けられちまったな。言ったはずだ。何があってもお前を宇宙に連れて行くと。よくやった小僧。宇宙に着いたら一杯おごってやるぞ。バイコヌール宇宙基地よりスリーパー1名を収容して飛行中。セカンドアース軍事ステーションに10分後に到着予定。受け入れ準備を頼む。ユージ、地球だ。廃墟と怪物だらけのふるさとか。もう帰ることもないんだな。あ、そうだ。やっぱりこれ持っててくれよ。向こうに着いたらどうなるかわからないけど、俺はもう戦うことはないから君に持っていてほしいんだ。ユージ、マリー、無事か。早いものだな。セカンドアースに帰還してから2ヶ月も過ぎた。私にはその間
何をするにも常に監視の目がついている。なぜなら私はスリーパーであるユージを戦闘に参加させ負傷を負わせたからだ。あれ以来ユージとは会っていない。いや、会うことはできなかった。私は軍法会議にかけられ行動を厳しく制限された。そして地球での戦績を証明するため再訓練まで義務付けられた。しかしブルーとの戦闘を想定したシミュレーションでの結果は私から特 A パイロットの資格を奪うには十分すぎるほどだった。マリーエンジェル、反応が遅れているぞ。なぜ一瞬撃つのをためらった？ブルーの前を横切る地上人に気を取られなければターゲットに命中したはずだ。貴様、地上人と作戦とどちらが大切か？あの地獄のような地上を生き延びたというのに、ユージは今どこで何をしているのだろう。彼ともう一度話してみたい。死後60日以上が経っても細胞の分解は始まっていない。相変わらず融合したままのようだ。例の自ら覚醒したというサンプルのやつだな。すぐにアーマーシュライク用のデータを取る。調整ルームへ入れろ。了解しました。私の期待を裏切らないでくれよ、スリーパー。ブルーの星、地球。もう一度あそこへ行って私は正常に戦えるだろうか。この次はこれの効き目もなさそうだな。ユージ、もう一度だけお前に会いたかった。少し地上を眺めていただけだ。今部屋に戻る。待てくれ。この部屋は奴らでいっぱいになってる。出してくれ。虫がいっぱい。助けてくれ。報告します。ドクター宮城。手首を噛み切って自殺を図ろうとしたスリーパーを収容しました。
部屋の中をご覧になりますか？うん。何が言いたいのかね、宮城君。君の提案するスリーパー部隊の新戦略についての話ではなかったのかね。攻撃されるほど武装進化を繰り返す奴らを相手に今さら何ができるというんだ。やはり機動兵力などに頼るのではなかった。残された手段は局地的核攻撃しかない。皆さんの心配はごもっともです。しかしプロフェシー症候群に侵されたスリーパーだからこそこの戦況が一変するのです。スリーパー専用に開発されたメガブレイドはパイロットの闘争意識とシンクロして戦闘パターンを自己開発できるよう設計されています。つまり彼らを蝕んでいるウイルスを活性化させ敵に対しての反射神経をさらに鋭敏に引き上げるのです。それが戦場においてどう有効なのかさっぱりわからんのだがな。彼らは接近するブルーを知覚し攻撃パターンを予測する、いわば人間の頭脳とマシンのボディを併せ持つバイオウェポンです。南米のネスト攻略に参加するスリーパー部隊がそれを証明するはずです。我々は暗く冷たい宇宙に追いやられた屈辱と試練の日々を忘れてはならない。今も地上で溢れ返っているあの汚らわしい者どもは地獄より這い出てきた悪魔の化身であろうか、それとも我々人類に下された最後の審判なのか。いや違う、奴らは醜く愚かなただの虫けらである。この戦いで我々こそがあの青い星の正当な所有者であることを奴らに思い知らせてやらなければならない。続いてアルファ2発進。了解。選ばれし最強の兵士諸君、栄光は君たちと共にある。ザニア、ガンビア各隊とも揚陸作戦を展開中。こちらネスト破壊工作部隊、現在入り口から 800m の地点、見たこともない新型のブルーに襲われている地球援軍を。行け。くそ、まるで迷路だぜ。本体はどこだ。どうした？この先に大量のバイオノイズが。しかし全て停止しています。一匹も動体反応がありません。よし、ゆっくり進め。こいつはブルーの卵。待てよ、ここが産卵場だとすると母親がいるはずだな。あいつの弱点はどこに。
お前の勝ちだ。殺せ。マリーエンジェルだ。強烈な生体時期で通信不能だったんだが、そちら大丈夫か？ブルーの産卵場に爆弾を仕掛けた。一足先に表で待ってるぜ。よう、お互い無事だったみたいだな。ネストで一緒だったリックだ。リック、背中にナイフをつけたアーマーシュライクを見たか？そんなタイプがあるのかい？知らないのか？どっかのバカが見え張ってチューンナップしたんだろうよ。それよりどう？今夜空いてるかな？違う。はい。あれは普通の兵士の戦い方じゃなかった。崩壊したネストから脱出した少数のブルーがジャングルに逃げ込んでいる。各隊はこれを速やかに排除せよ。静かだ。まるで全てが沈黙してしまったかのようだ。こんなところに子供が。離れるな、作戦中だぞ。私は味方だ。味方だ。お前たちだけか？他に人間はいるのか？そうか。しまった！早く巻き込め！
ユージなんだろう。私を忘れたのか。マリーンだ。マリーン。そうだ、答えてくれユージ。ユージ。間もなく着陸地点だ。各パイロットはアーマーシュライクを市街専用の迷彩にモードチェンジせよ。総力を挙げて北アメリカ最大のネストを撃破する。各隊攻撃開始。スリーパー部隊だ。スリーパー部隊の実戦投入は間違いなく戦況を一変したぞ。ああ、これは本物だ。我々が地上に降りる日も近い。ようやく長い戦いが終わるのか。今のうちにせいぜい嬉しがっておけばいい。地球をブルーから取り戻しても貴様らにはこの巨大な棺桶がお似合いだ。ブルーの生体時期が電波障害を引き起こしている。これでは正確な位置がつかめない。待ってろ、今助けて。お前はカイドウユージだろ。答えてくれ。私だ、マリーンエンジェルだ。マリーン。
泣いているんだ。人間も虫と同じだ。この星がボロボロになるまで食らい尽くす。一体何があったんだユージ。なぜそんなに狂ったように戦うんだ。思い出せ。私と一緒にこの地上を生き抜いたことを。敵だ。ブルーも人間も。早いとこやっちまってくれ。嫌だ。俺は嫌だ。助けてくれ。殺さないでくれ。あ、バカ。バカよ。あれはユージ。来いよ。もっと来いよ。虫けらだぞ。ユージ、お前のくれた幸運を使ってお前を助ける。待ってろ。すぐ潰してやるぞ。思い出してくれ。頼む。スリーパー、どうやって目覚めた？これ以上手間をかけさせるな。せっかくの命を不意にしたいのか？だったら、お前が持っていた方がいい。
ブチ。行くな。戻ってくれ、ユージ。マリー。私がわかるか、マリーンだ。ユージ、しっかりしろ。ユージ。私一人だけ置いていくのか。答えてくれ、ユージ。答えて。闘争本能を刺激するためのプロフェシーウイルスが逆にあだとなってパイロットを精神崩壊させてしまったとはな。所詮我々は母親に見捨てられた子供だったというわけか。ブルー。私はまたお前を救うことができなかった。許して。